画面の前のあなた、恋人がサンタクロース、春よ来い、飛行機雲、これらの名曲を生み出したユーミンこと松任谷由実さん。でもあなたはまだ知らない、彼女が中学生の頃、なんと六本木のディスコに通い詰め、朝まで踊り明かしていたという衝撃の事実を、さらに実家の螺旋階段からこっそり抜け出して夜遊びしていたこと、米軍基地に忍び込んで最新の洋楽レコードを漁っていたこと、14歳でユーミンという愛称が誕生した意外な理由、そして6歳でピアノ、11歳で三味線、14歳でベース、次々と楽器をマスターした天才少女の素顔を、この動画は今更聞けないユーミン73選、その第1弾として松任谷由実の知られざる幼少期からデビュー前までのエピソード10選をお届けします。最後まで見ればあなたはユーミンという伝説の始まりに立ち会うことになるでしょう。それでは松任谷由実の衝撃の人生へ一緒に旅立ちましょう。エピソード1、八王子の老舗呉服店に生まれた特別な幼少期。1954年1月19日、東京八王子、松任谷由実は老舗呉服や新井呉服店を営む裕福な家庭に4人兄弟の3番目、次女として生まれました。当時、この呉服店にはなんと従業員が80人もいたそうです。幼い由実ちゃんは呉服店に出入りする多くの大人たち、職人さん、お客さん、そして文化人たちに囲まれて育ちました。人事のようにすごい環境だったと後に振り返っているユーミン。この多様な大人と接した体験が後の彼女の感性や社交性、そして歌詞の世界観に大きな影響を与えたんですね。エピソード2、モダンガールの母から受け継いだセンス。ユーミンの母よしえさんは大正時代生まれのハイカラなモガ、モダンガール、地元で赤い自転車のよっちゃんとして知られるおしゃれで行動的な女性でした。母は若い頃から派手で幼い由実と一緒に芝居や歌舞伎、映画などをよく見に行ったそうです。そして第二次大戦中、母は日本は負けると直感し、夫ユーミンの父を戦地に送らないよう奔走、美人のいとこと共に根回しして父親を基地勤務に就かせたというエピソードもあります。母は私よりももっといい時代を知っているからとユーミンは語り、その洗練された感覚や交渉上手な生き方を自分も受け継いだと感じているそうです。エピソード3、6歳でピアノ、11歳で三味線、14歳でベース。小学1年生6歳の時、ピアノを習い始めた由実ちゃん。さらに11歳で三味線も習い始めました。ただ、三味線は長時間の正座で足が痺れることから2年で挫折してしまったそうです。そして14歳ではなんとエレクトリックベースも始めています。ピアノ、三味線、ベース、和洋折衷の音楽教育を受けた由実さん。この幅広い楽器経験が後にジャンル横断的な独自のポップスを生み出す源泉となったんですね。エピソード4、螺旋階段からの抜け出し、早熟な夜遊び。ここからが衝撃エピソードです。ユーミンの実家には螺旋階段がありました。そして彼女は中学生の頃、その階段をこっそり降りて家を抜け出し、六本木のディスコに通っていたんです。中学生ながら都会のディスコで朝まで踊り明かす早熟ぶり。夜中にこの螺旋階段から抜け出して六本木に遊びに行くようなスーパー中学生だったんです。と本人が語る武勇伝。家族には内緒の夜遊びでしたが、この自由奔放さと行動力が若き日のユーミンの大きな特徴でした。この遊び場で、釜谷津博さんや細野晴臣さんら
当時の文化人やミュージシャンたちとも顔見知りになり、音楽的刺激を受けることになります。エピソード5、都会の少女の好奇心、キャンティと文化人サロン。さらにユーミンは同じく中学生の頃、当時、東京の文化人や外国人が集う伝説的なレストラン、キャンティ、麻布台に出入りしていました。大人の社交場に中学生が顔を出すという早熟ぶり、店に集うアーティストたちに混じりながら刺激を受けていたそうです。実際、そのキャンティに集った音楽仲間が、後にユーミンの所属レコード会社、アルファレコード設立に関わり、彼女のデビューのきっかけともなったんです。当時を知る人物によれば、単発でニキビ顔の可愛らしい中学生だったユーミンは、音楽の知識が豊富で、新宿や池袋のジャズ喫茶で大人顔負けの音楽談義をしていたといいます。中学生にして六本木のディスコやジャズ喫茶に出入りする行動力と好奇心が時代の寵児ユーミンの原点として語り草になっているんです。エピソード6、米軍基地で洋楽の最新レコード漁り。ユーミンの音楽的好奇心は国内にとどまりません。中学、高校時代には在日米軍の立川基地や横田基地にある PX 売店に入り浸って海外の最新レコードを漁っていたそうです。米軍関係者しか利用できないショップにも顔を出し、当時日本では入手困難な欧米のレコードをいち早く手に入れていたというから驚きです。イギリスやアメリカの最新ヒットに触れたことで、彼女の音楽観は同世代の日本人とは一線を画すものになりました。友人にレッド・ツェッペリンなど当時最先端のロックを教えたのもユーミンだったという証言があり、洋楽通の女子中高生という軽な存在感を放っていたんです。エピソード7、ユーミン誕生の瞬間と初恋の人。ユーミンという愛称は14歳の頃から使われ始めました。ユーミンは当時ベーシストとして活動していた CU チェンさんのバンドの追っかけをしており、その CU チェンさんが荒井由実をユーミンと呼び始めたのがきっかけです。有名になりたいと話す由実さんの夢と中国語で有名を意味する有名の発音からユーミンと名付けられたそうです。そして、シーユーチェンさんはユーミンの初恋の人だったとラジオで語ってくれました。当時のユーミンは少年のような快活さを持つショートカットの女の子で、周囲の年上男性から見ても面白い女の子という印象だったそうです。そんな彼女にシーユーチェンさんがつけた愛称ユーミンは後に日本中に浸透し、呼び名の由来通り有名になりました。エピソード8、プロコル・ハルムとの出会い。ユーミンの音楽観を決定づけた一曲にイギリスのロックバンドプロコル・ハルムの青い影 A whiter shade of pale があります。中学生だった13歳の頃、ラジオから流れてきたこの曲に衝撃を受けました。ロックは好きだけれどギターが中心で自分にはできないと思っていた。でもピアノロックの青い影を聴いて自分でもできるかもしれないと思わせてもらえたと語っています。当時少女でありながらプロコル・ハルムのアルバムにまでハマっていたユーミンは相当な変わり者だったようで、俳優で音楽通の佐野史郎さんも当時プロコル・ハルムにまで深入りする少女なんて相当珍しいと驚きを持って評しています。この体験がピアノを軸に据えた独自の音楽スタイルを確立する原点となったんです。エピソード9、大聖堂のパイプオルガンに衝撃を受ける。立教女学院高等学校の礼拝堂で聴いたパイプオルガンの響きに強い衝撃を受けたユーミン。教会の聖歌隊にも所属していた彼女はバッハやヘンデルといった宗教音楽にも親しんでいました。厳かな聖歌や
クラシックの響きに触れた経験は、その後の彼女のメロディーセンスやハーモニー感覚の礎となりました。ロックバンド、プロコルハルムの青い影に出会った時、クラシックとロックをこんな風に融合できると確信し、自分の進む道をイメージしたと語っています。エピソード10、17歳で作曲家デビューを決意する少女。高校3年生だった1971年、自作曲を吹き込んだデモテープがレコード会社に認められ、ザ・タイガース解散直後の鹿橋克実さんに楽曲、愛は突然にを提供しました。当時17歳で職業作曲家デビューを果たした形ですが、実はユーミンがこの曲を書いたのはわずか14歳の時だったそうです。鹿橋克実さんがロックミュージカルヘア出演中に仲間から紹介されたこの曲を気に入り、自身のシングルとして歌いました。その作詞作曲者が当時中学生のユミさんだったことに周囲は驚きました。以降、彼女は音楽業界で天才少女作曲家として一目置かれる存在となり、16歳でアルファミュージックと専属作家契約を結ぶまでになります。終わりに、いかがでしたか？呉服店に生まれ、モダンガールの母に育てられ、6歳でピアノ、11歳で三味線、14歳でベース、中学生で文化人サロン、キャンティに出入りし、14歳でユーミンという愛称が誕生。螺旋階段から抜け出して、六本木のディスコで朝まで踊り、米軍基地で最新の洋楽レコードを漁り、そして17歳でプロの作曲家としてデビューを果たした松任谷由実さん、荒井由実さん。神秘的なイメージの裏側にはこんなにも自由奔放で行動的で早熟な少女時代があったんですね。次回パート2は涙腺崩壊松任谷由実飛行機雲誕生秘話17歳で歌手デビュー荒井由実の奇跡笑って泣ける実話10選パート2と題し、飛行機雲誕生秘話やフォーク全盛期に異彩を放った荒井由実の奇跡、そして歌手デビューから人気絶頂までの感動エピソードをお届けします。お楽しみに。チャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると次回の動画の通知が届きますので、ぜひお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。